にちは。ちょっと時間ができたので、動画を撮ろうかなと思って回してます。話すことは特に決めてなくて、で、編集もあんまりしない予定なので、どんな感じになるかわかんないんですが、ちょっとやってみようと思います。今日喋りたいのは、これです。テラのプロフィットブラックラスターでして、なんでこれを今日話そうと思ったかっていうと、最近というか1ヶ月ぐらい前まで、大人のやる気ペンっていうのガジェットですね。のレビューをしていて、その時にガジェットをくっつけるのに、これが一番重心が変わらないので、割とこれで長い時間使ってみて、検証というか撮影っていうのをしてて、で、その時に、これやっぱすごい、書きやすいし、で、その時ちょっと数学の問題集を解かなきゃいけない時期で大変だったんですけど、そのガジェットをね、普段使ってないものを使いながら解くっていうのはなんですけど、この万年筆が楽しかったおかげで、割と順調にその撮影だったり、解くのを進めることができたなと思っています。このね、ペン先がすごくいいんですよ。ペン先と、あと首軸の相性というか、組み合わせみたいなのがすごい抜群に良くて、首軸はこの金属の首軸なので、いわゆる低重心ってやつなんですけど、ペン先は割と大きめで21金で、これがね、相性がいいんですよ。どう相性がいいかっていうと、低重心だと割とこうギュッと持つんですよね。で、そうすると割と硬くなっちゃうというか、力が入っちゃうっていうのかなっていう感じで、ペン先のコントロールが難しくなるかと思いきや、大きめの21金のペン先がこう受け止めてくれて、受け取るじゃないですよね。受け止めてくれて、下重心でギュッと持ってもいいんだけど、こう思うままの字が書けるっていうことだとか、万年筆で書く楽しさみたいなのが、低重心でギュッと持つと味わえないかと思いきや味わえるということがありまして、めっちゃいいなと思って。だから低重心でこうガチニブというか、で、小さめのペン先の万年筆だったら、どっちかっていうと、例えばもうそれ万年筆じゃなくていいんじゃないというか、そのインクがね、ずっと出て書き続けられるとかいうメリットはあるけども、それを除くと別に万年筆じゃなくていいのでは、みたいな気持ちになりそうなところを、これはその低重心ギュッと持つって万年筆とはちょっとずれてるじゃないですか。万年筆ってこうゆったり持って、大きさにこだわらないというか、割と自由な感じでこう動かすっていうのが推奨されているっていうのとずれていながら、万年筆の良さを反応できるという、この、なんて言うんでしょうね、わがままが叶う仕様と言いますか。これがね、すごく気に入っています。で、確かこれは、ペン先の太さが何種類か、そんなたくさんはなかったはずなんですが、これは多分 F を持ってて、F っていうのもなかなか書きやすい感じです。数学もいいし、筆記体の英語がまだちょっとうまく、数学はめっちゃいいですね。手帳に書くのも良くて、英語の筆記体はちょっと練習中って感じですね。という感じです。この後ね、ちょっと最近筆記体を考えてるんですよっていう話をしようと思うんですが、筆記体って皆さん書かれますか？例えば、有名なあれだと、今ね、ブロック体がすごい下手くそなんですけど、多分これ映るかな、ペン先。合ってるんだっけ？クイックブラウンフォックス。筆記体になっちゃった。途中からなんか筆記体っぽくなってぐちゃぐちゃになってしまいましたが、こういうのを書くときに、一文字ずつ切ってると、ペン先を地べたにつけて、地べたというか紙につけて、こう上げて、で、また書いてっていう、このアップダウンの分、こう時間がロスするというか、探すんですよね。こう書いて、次の書き始めでこう置くのに、ちょっと時間がかかるから、筆記体でつなげて書いてしまうと、最終的には早いのと、あと書き続けることが疲れないと思います。万年筆を使う動機みたいなのと一緒で、最終的に精神的な疲れが少なくなるというようなことを目指してって言ったら変だな。筆記体を工夫してます。もともと筆記体は書けるんですよ。書けるんだけど、見て美しいというか、もうこの R 全然書けないんですけど、筆記体は書けるんですけど、これそんなに早い筆記体じゃなくて、大学の時とかに留学生とか帰国子女とかの人が書いてたのは、ブロック体を崩してつなげてるやつと筆記体の間ぐらいのもの
を書いてた人がすごく多くて、どんな感じだったかな、ちょっとなんかもう書けなくなってるんですけど、しかも B の後に R が書けない。こういうやつかなっていう、一文字はだいたい一画で書いて、つなげられるところはつなげるんだけど、つなげないところもあるみたいなやつ。で、それを一旦練習してたんですけど、これやっぱりこの話してる時間があるんですよね。例えば、この THE はどっちにしても、こう書いても、こう書いても、二画ではあるんですけど、なんだろう、何が違うだろう。でも、クイックとかも、多分、崩れたブロック体で書く人はこんな感じで書くから、筆記体で書くと、こうなって、主にこの I のドットとか T のバーとか以外を一画というか、一続きで書くっていう感じですね。のもので、かつ、だから、綺麗な美しいカーシブじゃないけど、早くて読みやすいもの。特になるべく自分で読みやすいものっていうのを今練習よくしてます。th とか多分 t が大文字だったらこう書くのが早くてとか。で、筆記体の R って好きですか？この R、中学1年の時から多分、その大学入るまで6年間ぐらいは書いてたんですけど、R に全然見えなくて、一目見た時に慣れなくてですね。で、そのまま、R って書いてる人が当時多かったんですよ、大学行ったら。なので、普通にこういう R を書くようになって、あと S もですね、S もなんか、こうとか、こうとかなんだけど、こうとかなんだけど、S って書けばいいじゃんっていう。形本当は近いんですけどね、ここがS になってるっていう。なんだけど、例えばドレスとか書くときも、ここにこうやって普通に SS ってもう書いちゃえっていう感じで、R と S だけは、戻しました筆記体というよりかはどっちかというと、ブロック体に近いというのかな、ブロック体を続けて書くみたいな方に戻しました。これで読みやすくなって、で、B も割と読みづらかったんだけど、でもB はこれ時間かかるんですよね。なんかね、スピードが上がらないよく B を、ブロック体を崩して続けて書く人ですね。こういうのを書くんですけど、これなんかどうも速くなる気がしないから、B は読めるから妥協してこっちにするかみたいな感じで練習をしてます。ちなみに、あの、筆記体とブロック体が混ざってると読みづらくてネイティブの人は読めないっていうのは、8割嘘です。気にしなくていいです。なんでかっていうと、こういう混ぜこぜのやつをネイティブの人たちも書いてるから、もちろん綺麗な筆記体を書く人もいるけど、だし、筆記体だと読めないっていう人もいなくはないんですけど、ネイティブは筆記体読めないっていうのも、イギリスに関してはほぼ嘘だし、嘘って言っていいのかなわかんないけど、イギリスの人はだいたい小学校で習って、アルファベット習って、で、普通にちょっと続けて書くみたいな、こういう、続けても書けるよねみたいなやつを習って、で、だんだん続けていくみたいなことが、小学校で行われているので、筆記体を読めないっていうことはそうそうないのと、あと、それこそアメリカとかでも法律関係の人とか、あと論文、その読み書きする人とかは、筆記体が読める人とか、書いてる人がかなり多いとかっていうのもあって、そんなになんかそのね、筆記体なんか読めないとか、ネイティブは使わないとか、そんなに断定できるもんじゃないというか、っていう感じなので、
何が言いたいかっていうと、みんな書きやすい英語を書こうじゃないかという、そのために、ちょっと今自分もね、練習。だからこんな好きなことを、こっちはカーシブで書くけど、R はお手本のカーシブじゃなくて、普通のブロック体で書くしみたいな、好きなことをやっていいわけで、なんか自由にいい感じに英語を書く練習をしてますという話でした。そんな感じで、英語を書くときもブロック体よりつなげて書くブロック体とか筆記体とか続けて書く方が疲れないです。なので、もうちょっとね、筆記体がもうちょっとマシになってきたら動画の中でこういう形に結局しましたよみたいなのを紹介できたらなと思うんですけど、まだその段階にはいないっていう感じです。それと、あと、最後にですね、その、やる気ペンを使ってた時に動画を撮ったんですよ。問題を解いてる。多分解いてる途中で間違えてるやつとかもあるし、答え合わせを途中でなんかしてたり、間違いを直そうとしてたり、間違い直そうとしてたら答えの方が間違ってたりみたいな感じで、ぐちゃぐちゃになって使えなくなったものをただつなげてあるものがあるんですけど、それを普通に動画の、みんなに見えるように多分公開はしないんですけど、なんかの形で、なんかその限定公開みたいなことができればなと思っているので、見たい方はよかったら待っててください。多分、動画の、コミュニティノートじゃなくて、何でしたっけ？チャンネルに普通に、ツイッターみたいな投稿ができるやつ。あれで限定公開したよって貼ると思うので、よかったらそれを、ただ書いてるところです。それは、問題解いてるところを気になる人は、よかったらご覧いただければなというふうに思います。というわけで今日はちょっと、とりあえず万年筆一本なんか喋ろうかなと思って、この万年筆のお話をしました。この万年筆自体の割とちゃんとしたというのかな。レビューの動画も昔上げてるのがあるので、よかったらそちらもまだ見てない方がいたらね、見ていただければなと思います。それでは次の動画まで。またね。